いきなのダジョンです。今回はね、ナビ VS EYG ハイドロゲン。はい。ですね。との対戦ですね。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。先行ナビの方から学ルートライダーにドルイド混ぜた形。レイジジェム型かな。ドルイド入った時は結構ね、レイジジェム採用してる人が多くて、最近のトレンドの一つになりかけてますね。6時の方からルートライダー、時間もかなり早そうですね。1分10秒程度のアタックになっていくと、キングのためにジャンプを置きつつ、キングの横にね、クイーン流して、9時から10日弊社をセットしているような状況です。ちっちゃいキングに気づいたバルキリー戻っていって、ストライカーとかもね、これレイジジェム乗ると結構一発一発のね、火力も上がりますからね。で、こちらはレイジロイヤルチャンピオン展開でトームをかけていきます。キングの方はジャンプでタウンホール区画も殴り込んでいくと。で、オーバーグローもそろそろ準備してるんじゃないかなと思うんですけど、ここで打っていきました。タウンホールにね、ハイダメージ結構入ってたのを見て、少し粘って、引きつけてからのオーバーグローですね。で、イーグル砲とかも固めて、クイーンにダメージが入らないように、外周馬スーパーバーバリアンカット。ダメージ入ったところで落ちるほどの HP でもなく、黒くも残ってるんですけど、シンプルな防衛説、外周部削って、内側に持っていきたいという形ですね。ロイヤルチャンピオン能力解放して、ここでクイーンも黒く残ってたので打ちつつ、打つことないんですけど、スケルトンの呪文でね、一応ターゲット分散してのフィニッシュ。圧倒的。完璧ですね。この人結構対戦相手見ますね。名前的にも覚えやすい名前なので、今日様。ドラゴンクローンですかね。バルーン増やしていく形かなと思うんですけど、スーパーバーバリアンも10体積まれていると。ジャイアントアローいい角度、エアスイーパー対空砲を追って、9時側の外周施設もね、かなり綺麗に飛ばすこともできているので、キングの方がロイヤルチャンピオン当たって、ドラゴンパートは6時から、なるほど。クイーンもこれは合流する形になるのかな。トームかけていきます。レイジトーム。イエティクローンかな、真ん中。真ん中イエティクローンはありそう、ここ。トルネード出て、ここにイエティクローンですね。最近ちょこちょこ出始めてるというか、もともとある戦術なんですけど、中心部のね、こういった、援軍が出てしまうのは、あんまり理想的とは言えないんですが、それでもね、マルチ IT とか固まったところ、レイジータワーとかあるところに、イエティクローンで飛ばしていくっていうやり方が、最近結構出かけてるっていうような感じですかね。もともとラバル系の戦術とかでもね、よく使われてたやつなんですけど、それをドラ編成でもできる形でやってるって感じかな。タウンホール終点。これハードモードじゃないんだ、今回。タウンホール前のところ結構止めてくれてますね。頑張ってるタウンホール。ダイクもついてることで HP は回復されていく。ドラゴン、ホーミングが立って、オーデン落とせそう？オーデン落として、ドラゴンには赤爆ヒット。クイーンは、いやー。ハードなら星1じゃないこれ。いや、めっちゃ惜しかったな、今の防衛。3にジャイアントアローファイヤーボールですかね。ですね、アローファイヤーボールで、ロケットスピア、サッカーボールではなしってなると結構キングが突っ込むタイプ。ガーゴイル27、ロケバル31。タイムも結構早そうですね。1分10秒ちょっと。アーチャーでテスラチェックから、ここで、しっかり隠してファイヤーボール。クエイクも揺らして、超団体。ジャイアントアロー。しっかりモノリス当たってるので、クエイクで落とすことができつつ、ここなんだ。突イエティ入れていきます。オーデンもこのイエティとかにくっついて、ライトニング3発どうするんだろうね、これ。ファイヤーボールモノリスに当たんないと思ってたのかな。ラッキー当たったわでライトニング3発余ってる感じかな、これ、そうすると。多分そんな感じなのかなってなるともうこの余ったライトニングとかテスラとか撃ってもいいんじゃないですか、これもう。どっかに一発撃ったね、これ。クランジョ潰れるプランだったのかな。援軍にポイズンもないもんね。ロイちゃん潰れました。
ロケバル飛んできてフリーズ打って、俺の気づかない間にライトニング落ちてるんだけど、どこ行ったんだろうこれ。レイジジェムついたウォーデンがロケバル合流できたことで火力も上がったり、さあ余裕の展開になりましたね、最終的には。ガーサス。ライトニングクローンのドラゴン編成。スーパーバーバリアンでウィズトンのタゲを取ってバルーンをウィズトンに届けていくと。ジャイアントアロエアスイーパーを追っていきます。綺麗にバルーンでカット入れたことで、クイーンを行かせたい方向には飛ばすことができそう。白鳥もしっかりやっていって、ライドラサイドカット、ドラゴン本体スタート、安井を残ったところ降りましたね。ウォーデン出さない。ウォーデンが出ません。さあ来ました。結構ドラゴン死んでるけどね、これもう。対空砲とかマルチ IT とか、クイーンもここ入って。だいぶ溶けてるんで、どうでしょうね。突撃艦はクローンのみか。じゃあバルーンかな。タウンホールのところを突撃艦届きかけておりますが、クローンが、時間は切れず間に合いました。中心部フリーズ。ちょっとね、進行が良くないですね。クイーンも落ちて、このフェニックスがマルチ IT にへばりつきます。3時からロイちゃん展開してるんですけど、さすがに厳しいかな、これは。中央はドラゴンも溶けていって、投石も厳しいですね。ロイちゃん能力展開。キングは外周部流れて欲しかったような感じだったのかな、これは。クイーンもそうかな。でも伸びますね、これも。ちょっと時間かかりそうなんで、4倍速で最終結果を見に行きますか。このマルチ IT にね、なかなかユニット向かわせるの難しいですよね。なので、例えばだけど、ケアでね、ドラゴンライダーを持ってきて防衛施設を殴るの新しいドラゴンライダーマルチ IT に向かうようにいいタイミングでトームと交えて出せるとよかったかなとか。そういった工夫が必要な配置っていうところだったのかなと思います。何でもかんでもね、同じ編成でっていうよりはやっぱ配置に応じてユニット選択もできればいいのかなって思います。キング、クイーン両サイド展開、スケルトン呪文でモノリス固めて、ルートライダー一気にスタートしていくと。クイーンの方はヒーラー人魚とフローズナローですね。キングにはジャンプを置いて、スケルトンも切れてきたタイミングは今度はトームでカバーしていく。で、残った防衛施設のところにはベビドラとかロイヤルチャンピオンとかが刺さってますね。で、キングの方はジャンプ。富士の方は10日弊社でサイドカットでクイーンをオールブレーカー穴開けして、この対地クロスとかのケアもできるようにしていく。このクロスボウね、結構ユニット迎えてないので、クイーンを入れてあげないと結構処理がめんどくさいところであったかな。一応今来ましたが、来なかった場合のケアとかね、いろいろ考えると開けて正解だったというポジションかもしれないですね。10日弊社からバルキリーが出てストライカーをキングに合わせるという、バルキリーの量はすごいね、これ。で、レイジフリーズ、タウンホール区画、戻ってきてタウンホール破壊してのフィニッシュですね。余裕すぎる展開。ガーサス。ルートライダー編成ですね。ジャンプオーバーグロー型。イエティとスーパーバーバリアンでカットをまずは両サイド入れていくと。で、ババキン展開6時に入れたいっていうイメージかな。で反対サイドクイーンクローク。キングはそろそろ能力も視野に入れたいところ。そこね、エリタン越しに結構、でもジャンプ型だからかってことか。で、外周テスラの方はスーパーバーバリアンでケアをしていくような形で3時からルートライダー。ちょっと逸れてはいますね。大工外周部のメリット出てますね。ルートが若干崩れるみたいな。ウォーデン、オールなんですね。クイーンの方も何か用意してあげないと死にそうですが、長弾逮捕のターゲットずれましたね。ギリギリ。ここは、でも、
クイーンがギリギリすごいな。フローズンアローついて耐えていく。シビアな延命。フローズンアロー強い。ハードだと死んでたかなっていうぐらいの感覚ですが、中心部結構溶けてますね。ストライカーも。ロイヤルチャンピオンもここで能力を吐かされていく。これは、しかも絶望のトルネードで、スケルトンとかも置いて、レイジフリーズも、ロイちゃんに咲きますが溶けていって、クイーンの方も溶けていって、星1ですね。3時外周部しっかり巨爆セットがされてるのと、この辺防衛施設がないので外周の施設、大工をね、ここに置いてたんだけど、そっちに飛ばされて、星1。展開的にあんまり良くないあれだったのかなっていう結論ですかね。バルキリー5かな。スーパーバーバリアンとバルキリーをたくさん入れた形でのアタックタイムの方も早そうですね。どこまでウィズ島にベビドラ2体展開して外周の防衛施設をまずカット。クエイク、インビジブル、インビジブルでタウンホールにファイヤーボールドッカーン。強い強すぎる。で、ジャイアントアローを飛ばしていきましたが、当たったところは結構少なかったんで、狙ったところとはちょっとずれた可能性がありますね。タウンホールの方にもフロスティが飛んでいく。で、突撃艦は、さすがにタウンホールを狙ったわけではなくて、レイジライドラ、ここのロイちゃんのところをぶつけていくようなイメージ。で、外周部をバルキリとスーパーバーバリアンで大きく削って、クイーンとロイちゃんのサポートをしていくと。で、残った呪文でクイーン延命。残ったタウンホールは何かで取りに行くっていう感じなのかな。フロスティがずっと頑張ってるんだけど。フロスティフロスティがタウンホールをフリーズかけて、フロスティが強いんですけど、前回、フロスティ強っ。そんなタウンホールの取り方があるんですね。すげえの来たな。スパネクドルイド、大量ファイヤーボール型。すごい編成来ましたね。面白い。インビジブル、ファイヤーボールドッカン、クエイク。そこ、強いね。グランジョーと、そして裏のインフェルノまで折れて、これかなり爆アドと言えるレベルで。で、ここはヒーラー代わりのドルイドが、しかもこれレイジ乗ってますからね。フロスティがタンクしてくれて、フロスティもここで HP 回復ができるっていう。ドルイド強い。で、追加のドルイドも入ってフロスティが死にません。スーパーネクロ編成。スパネク結構ね、ヒーラーがお供に入ることも多かったんですけど、その後のね、クマとかも出てくるっていうところだったり、ヒーラーよりも、陸の編成で、結構前のユニットね、いろんなところに分散ができるとか、その辺考えてかな。さあ、ドルイドまた追加していきます。たくさん持ってきてるんでね、時間切れになっちゃうドルイドが生まれるので、その都度追加で出していくっていうイメージですかね。面白いね。まだ2体ドルイドが残ってるんですけど、タウンホールのところも呪文かけずに突破しています。さすがになんか一発ぐらい使ってあげれば、ガゴとかでも拾えたかもしれない。さあ、残ってたな。ロイちゃんに使いましたね、ドルイド。ロイヤルチャンピオンドルイドを展開していく。さあ、ロイちゃん能力展開。ここは回復量が強い。ウィンクローク。強いね。なんだこの編成面白い。しっかり全開。クマが走っていきます。防衛説ターゲット取るからね、クマはね。ついていく。強。面白い編成ですね。さあ、ナビ側はラストアタック。ペッカ入りのファイボース、ロキバルですね。アロー型。クエイク揺らしまして、インビジブル。ファイヤーボールドッカン。
ターンホールにも大ダメージが入って、インビジブルターンの方も、ここは解除ができると。廃ボで解除できるの強いな。で、ジャイアントアローでターンホール飛ばしていく。これ強いね。この組み合わせほんと強いね。ウォールブレーカー入れて、反対サイドロイちゃんカット、ペッカーロイちゃんを使ってますね。うん。インビジブル薬なんだ、この初手。ちょっと能力はあれかもしれない。いやは違う。なんか初手見てなかったけど、火力的にあれだったのかな。で、突撃艦をモノリスのケアに使っていくイメージですかね。ロケバル通して、モノリスの方にもロケバルを刺していく。で、キングジャンプ。ロケバルの数が圧倒的。いや、強いなぁ。タイムも速いし、ウルトラ仕上がってますね。対戦自体のラストアタック。おー、もう一本同じ編成。面白い。スパネクのドルイド型。インビジブルでファイヤーボールドッカンを交えていく。いや、これ面白いね。で、ウォーデンにこれ、ユニコーンつけてるんだね。さっきもそうだったかな、確かに。で、クイーンにフロスティついて、フロスティが頑張ってたんだよね、さっき。モノリスからのターゲット、さすがにこれはフロスティも耐えれないか。ターゲットギリギリ外れたね。うん。10日弊社クイーンパートをくじ展開して、スパネクキング部隊を中央へっていうイメージ。援軍、ちょっと、10日弊社何かにターゲット取られてた感があったんですけど、そこスーパーホグが出て、ロイちゃん追加、真ん中ジャンプ。ルートライダーと違うので、この辺はね、ジャンプとか誘導の呪文が必要になっていくので、ここは中央ジャンプですね。ヒーラーはないんですけど、ドルイドがついてくれてることで、ホーミングで死ぬみたいなこともないし、安定感が生まれてると。罠によって食らう可能性もね、公営ユニットなので結構少ないし、陸のユニットなのでね、ホーミング食らわないっていうのもいいですね。両方はないたね、今。あとはもうここからはゴリ押しで進めるしかないんだけど、ヒーラーはこうやって死んじゃうんですよね。せっかくクイーンが気を使ってね、HP もあるのにヒーラーを生み出すためのクロークを打ったのに、一瞬で死んでしまうと。もうマジで一瞬だったな、今の。中央のヒーラーなんてすぐ死ぬからな。クイーンがたどり着きますが、呪文がレイジしかないので、でもフローズンアローついたので、ロイちゃんがその隙にレイジに乗ってターンホールを。いやー、ギリギリ能力残ってる。ホグライダーも突破大工だけ、なんか、攻撃モーションないのに攻撃飛んでたな、今。あとはちょっと集まったユニットが、壁を殴っていく感じですかね。もう全員違う壁殴るっていうね。せっかくクマがダメージ入れてくれてたのに。キングは独自の道を行きまして、たどり着いての全開です。はい、というわけでね、終わりました。15対12と、結果的にはね、星1が対戦相手になったので離れましたが、相手もね、スパネク使った面白いアタック2本ありましたね。かなり練習してるのか、チーム全体としてね、ああいう戦術のね、浸透がしてる感じがしましたね。やっぱファイアーボールが、どんな編成にあっても、組み合わせとして結構強く、タイムも取れるっていうところで、結構メタになってきてますね。ファイボいいね、ファイボ強いね。スパネクもね、普段見れないユニットなので、楽しかったなというところで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェアしてもらってください。さよなら。